今回はハケでしか表現できない波の表現に挑戦してみましょう。ポイントはハケの彫木と波の遠近感だと思います。頑張りましょう。ハケの彫木をやってみましょう。ハケの場合は直接すずりから墨を取ると濃木が偏りすぎますので、一旦大皿に墨を取り出してからその墨を使って、彫木します。ハケは斜めに淡木をつけて調整皿のところで取り出してある墨を片側の方からつけていきます。反対側は水を含ませた方を少し立てるようにしてですね、きれいな水が降りてくるのを待ちます。ハケは少し船底を反対にしたように下の方に湾曲させて平らに整えておきましょう。ハケは紙面に対して平行に動かすことが鉄則です。遠方は少し幅が狭く、そして手前のクルーに従って湾曲を大きめに分筆します。平行に動かした波の表現とハケが斜めになってしまった時の違いを書いてみます。紙に対して平行運動にした時に平らな表現ができますが、斜めにするとですね、この波の形が立体になってしまって波の表現にはならないと思います。では作品に仕上げたいと思います。まず春の芽吹きの枝を描いてみたいと思います。枝の組み合わせは交差をよく考えて節目を使いながらリズムで描いてください。春の芽吹きの枝を描いてますけれど、少しストロークを長くして柔らかな表現で描くといいと思います。葉っぱをつけますが、割り筆にしてその一端を使いながら芽吹きの優しい葉っぱを描いてみましょう。粗密の感覚を持って少し込み入ったところと少し空間のあるところを作ると自然感が出ると思います。湖面の縁の芽吹きですね。水仙やなんかが芽を出したところを表現しています。
則なリズムと円形は細かな鉛筆になるのかなと思いますね。霧を吹いてからぼかしを入れます。肩ぼかしで対岸を描きましょう。変形の表現ですね、森や林の表現を書いています。はい、完成です。今回はですね、波形でなければ描けないこの波の表現を中心に描いてみました。まず波を描く前に周りの情景を描きました。春の芽吹きの頃の枝ですね。できるだけ流暢な優しい表現にしてみました。芽吹きの葉の描き方ですけれど、筆をですね、ランダムに割って、その端を使って規則なこの芽吹きの葉っぱの表現をしてみました。やはり外密の関係が大事ですので、少し密のところと、そしてそのところと意識して描くといいと思います。枝ぶりですけれど、やはり鹿の角だとか女の字とかいう、梅の時の基本形があると思いますけれど、それらを意識して枝の交差も考えて描いた方がいいんではないかなと思います。春の水ぬるむ表現のということで、岸辺の水仙とかそういった葉っぱの芽吹きも描いてみました。ランダムな長い葉っぱをちょっと描いてみましたが、これらもやはり葉っぱの交差、それから蜜のところ、そのところ、それから濃淡、葉っぱの長さの変化、それらを意識して描いてみるといいでしょう。その後、この波を描きました。前回ちょっとね、波のところだけ説明しましたけれど、円形の方から鉛筆するということで、円形の方は少し幅を狭めに、それからストロークも小さめに、そしてだんだん大きなストロークにするといいと思います。で、主になる波、それから次の波、それで内側の波、そして外の波と、このように手順を考えて鉛筆すると変化が出ていいと思います。最後に締めを濡らしてぼかしを入れました。岸辺のぼかし、そして円形のぼかしですね。円形には少し木立、林や森のイメージを毛で足して、そして仕上げてみました。皆さんも一つ挑戦してみてください。